実は現在この水槽トラブルに見舞われています。今グラスカスタム600の中にヒーターを設置してスイッチを入れました。真っ白になって白いひげのように漂ってた青ミドロ、多分エビが全部食べてくれたのか、枯れた状態から剥がれ落ちてしまったのか。はいどうもビバです。こちらの水槽なんですがちょっとめっちゃ手黒いね。今部屋の明かりほとんど消して撮影しています。こちらの水槽は以前立ち上げたグラスカスタム600を使った60センチのスリム水槽。後ろで真っ黒で見えないと思うんですけど、この水槽の背面側にグラスカスタム600という水槽の中に設置するフィルターが設置されています。その黒を際立たせるために今部屋のライトを消して撮影をしています。ライトつけるとちょっと反射しちゃうんですよね。この水槽は立ち上げから1ヶ月と1週間ぐらい経ったと思います。中にいる生態は先日30センチキューブ水槽から引っ越しさせてきました。現在生態の数はエビとか全部入れて25匹ぐらい、魚だけだと20匹ぐらい入っています。見てもらった通りそこそこ綺麗に管理はできてるんじゃないかなと思います。ちょっと前まで青ミドロが生えていたので、それはオキシドールで退治してしまいました。真っ白になって白いひげのように漂ってた青ミドロ、多分エビが全部食べてくれたのか、枯れた状態から剥がれ落ちてしまったのか。この辺りに真っ白くなってたんですけど、ほとんど取れましたね。その他ガラス面の苔とかは全部オトシンネグロが食べてくれています。水草につく苔もヤマトヌマエビとかが食べてくれてる感じ。水草をかじっていたレモンテトラ、お引っ越しをしてから水草の状態もだいぶ良くなりました。実は現在この水槽トラブルに見舞われています。我が家の他の水槽、ヒーターを設置していない水槽なんですが、水温は25度、朝晩は23度ぐらいまで下がる状態です。ところがグラスカスタム600を設置している水槽は 26.5 度。こちらもヒーターを設置していないんですが、なぜか 1.5 度水温が高いです。ガラス蓋してたのが悪いのかなと思ってガラス蓋を外して様子を見てみても水温は全然変わらず、やっぱりこのグラスカスタム600を設置している水槽は水温が 1.5 度ほど高いです。まあそれだけであれば大した問題ではないんですよね。水温が 1.5 度高いぐらいだと逆にありがたいぐらいまであるんですけど、今回トラブルだなと思ったのが、グラスカスタム600の中にオートヒーターを設置した時、実は他の方からも同じような意見があったんですけど、グラスカスタムにヒーターを設置すると妙に水温が上がるんですよ。一応こちらジェックスさんのオートヒータースタンディ SH160 というやつで60センチ規格水槽用のオートヒーターです。この水槽はスリム水槽なので水量的には30センチキューブ水槽ぐらい、ちょっとオーバースペックなヒーターなんですけど、これをグラスカスタム600に設置すると水温が何度になるのか。今グラスカスタム600の中にヒーターを設置してスイッチを入れました。ヒーター使用時はこの第2ろ過槽炉材を入れるなと説明にあったと思うので、炉材は取り出しています。しばらく時間経ったんですが、現在の水温は 29.1 度。数日前には 29.6 度まで水温が上がっていたので、設置したヒーターは26度のオートヒーターなんですけど、それよりも3度か 3.5 度高い水温になっています。実際に指を入れてみてもちょっとぬるいかなっていう感じ。LED ライトはリフトアップパーツを使っているので、高さ的には全然問題はない範囲だと思います。この29度オーバーの水温になるのはガラス蓋を捨てても捨てなくても変わりはありません。そしてグラスカスタムのガラス蓋、これをつけてても外した状態でも特に水温は変化ありませんでした。なのでこのグラスカスタム600にヒーターを設置した時の水温の高さ、これは設置したヒーターがちょっとオーバースペックだということ、もしくはこのヒーターが壊れてるかもしれない可能性、そのあたりも考慮して、まずはこの設置しているオートヒーターを別の水槽に設置して水温に異常がないかチェックをしてみる。それとヒーターがオーバースペックであるというのが原因であれば、ちょうど 100W のサーモスタット式のヒーターがあるので、そちらに変更して26度設定で試してみる。この2つを試して、なぜグラスカスタム600水槽で水温が異常に高くなるのかをチェックしてみます。まずジェックススタンディ SH160 が壊れてるんじゃないかという疑惑。別の水槽に入れて水温計測した時に正常な数値が出ているので、壊れているというのはなさそうです。そして水量30リットル程度の水槽である60センチスリム水槽、これに対してヒーターのスペックがオーバースペックなんじゃないかなという疑惑。
これについてはヒーターのワット数が適正以上である分には正常に使えるそうなので、これも水温が高くなるっていう原因にはなってなさそうです。さあ、そしてですね、現在 100W のサーモスタット付きのヒーターに変更してみました。ヒーターは第2ろ過層に入れてあって、センサーは逆側のケーブルエントリーから水槽の反対側に設置しています。現在水温は約26度に設定していて、ヒーターは稼働してません。なのでヒーターの電源切れてるので26度のまま。当然っちゃ当然ですよね。問題視してるのはグラスカスタム600にオートヒーターを設置した時に水温が上がり続けてしまうこと。他の水槽では正常動作することが確認できたオートヒーターもグラスカスタム600の第2ろ過層に入れると、なぜか水温が26度を超えて29度付近まで上昇してしまいます。ヒーターの設置方法は説明書通り第2ろ過層の仕切り板とディフューザーを外して吸盤で設置をしています。ヒーターのワット数はオーバースペックではあるんですけど、大きなワット数のものであっても水温が高くなりすぎることはないと説明があるんですが、それでも水温は29度付近まで上がっちゃいます。グラスカスタム600の中に水温計設置した場合でも当然29度付近まで上がっています。これは水槽内の温度と同じですね。なのでこのグラスカスタム600でオートヒーターを設置した場合、異常な水温になるのは狭い空間にオートヒーターを設置することでセンサーが正常に動作しなくなるっていう可能性が考えられます。オートヒーターはどうしてもセンサーとヒーター部分がかなり近くなってしまうので 1.5 度ぐらいの誤差はあるものなんですけど、3度近い誤差になってくるとちょっと正常には使えないかなと思います。というわけで今回はグラスカスタム600を設置した水槽で水温が異常に上がってしまう謎の現象、この問題について原因を探ってみました。もしオートヒーターを設置していて水温が異常に高い人、オートヒーターではなくセンサーとヒーターが別になっているサーモスタット式のヒーターに交換することをお勧めします。こういったセパレートタイプであればヒーターは第2ろ過層に入れて、センサーは逆側ケーブルエントリーから水槽の左側に設置すればトラブルはほとんどなくなるんじゃないかなと思います。何より温度設定できるので設定温度を超えたらヒーターの電源が切れます。より安全に使うんであればこちらに変更した方がいいかもしれません。ただその場合センサーの設置位置によっては水替えとかで水位が減った時にセンサーが露出してしまって第2ろ過層の中でヒーターがずっと温められるっていうことも起こり得るので、センサーが露出しそうな時はヒーターの電源抜いた方がいいと思います。一応我が家ではグラスカスタム600の水槽ずっと経過を追っていて、実際に使っていたからこそ今回こういった問題に直面できたのかなと思っています。これがネットとかで同様の声見つけられなかったら別に動画にはしなかったんですけど、何件かそういった声があったので今回動画にしてみました。それであってももしかしたら本当に稀な不具合かもしれないので、全ての製品で同じような不具合が起きるというわけではないと思います。ただ同じような不具合に遭遇している方がいたら今回の動画参考になれば幸いです。今後はこの水草たちが育っていく様子を中心にお伝えしていくと思うので、もしよければチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。